おはようございます。桜井です。今日も最新の暗号資産ニュースを投資家目線でわかりやすくお届けしていきます。XRP と同時コインは急落とともに取引量が急増。一方、ビットコインやイーサリアムも下落し、全体の時価総額は830億ドルも吹き飛びました。でも、ただの暴落ニュースでは終わりません。実はその裏で、クジラの動きや ETF 資金の流れ、そして価格反発の可能性が見えてきています。今日はこれらの動きを3つのポイントに分けて解説をしていきます。短期的な値動きだけではなく、今後のチャンスやリスクも一緒に見ていきましょう。それではまずは XRP の最新ニュースから見ていきます。XRP は8月6日1日で約 4.2% 下落しました。価格は 3.06 ドルから一時 2.93 ドルまで下がり、現時点では3ドルから 3.04 ドルあたりで推移しています。注目すべきは取引量です。この日の出来高はなんと1億6900万 XRP を記録。これは通常の3倍以上の水準で、大口投資家やアルゴリズム取引が活発になった可能性があります。テクニカル的には 2.93 ドルが重要なサポートラインとして意識されていて、反発の足がかりとなっています。上値では 3.04 ドルから 3.1 ドルがレジスタンスゾーン。ここを突破できれば、次のターゲットは 3.67 ドルになると分析もあります。また、XRP に対する市場の期待はまだ残っています。特にアメリカでの規制が明確化しつつあり、裁判所が XRP を証券ではないと判断したこと、さらに XRP ベースの ETF が承認される可能性があるという観測が機関投資家の関心を再び集めています。短期的な値動きは不安定ですが、背景にあるファンダメンタルズは明るい材料も多く、今後の反発に期待が持てそうです。では次は同時コインの動きを見ていきましょう。同時コインもこの24時間で大きな値動きを見せました。価格はおよそ 1.7 から 5% 下落し、現在は 0.2 ドル付近で推移しています。特に注目されたのが、重要なサポートラインである 0.205 ドルを割り込んだという点です。その結果、次に意識されるサポートは 0.198 ドルとなり、これを下回ると 0.185 ドル、あるいは 0.175 ドルまで下落するリスクがあると指摘されています。ただし、ネガティブなニュースばかりではありません。このタイミングで、いわゆるクジラと呼ばれる大口投資家による大量購入が観測されており、市場が落ち着けば反発のきっかけになる可能性があると見るアナリストもいます。また、デリバティブ市場の動向にも注目です。同時コインの先物取引では、オープンインタレスト、つまり未決済ポジションが30億ドルを超えました。多くのレバレッジトレーダーがロングポジションを持っていて、価格が反発すれば 0.24 ドルを目指す動きも期待されている状況です。短期的には弱気な相場ですが、出来高の急増とクジラの動き、そしてロングポジションの多さが重なれば大きな反発につながる可能性もあるというのが今の同時コインの立ち位置です。では、暗号資産市場全体、ビットコインやイーサリアムの動きにも注目していきましょう。では、ここからは暗号資産市場全体の動きを見ていきたいと思います。特にビットコインとイーサリアムの動向が大きな影響を与えています。まず、マーケット全体では、時価総額が830億ドルも減少し、約 3.65 兆ドルまで縮小しました。背景には、アメリカの経済指標の悪化や、新たな関税に対する不透明感、そしてスタグフレーション、つまり景気後退とインフレが同時に進行する懸念があります。ビットコインは過去24時間で約 0.7 から 1% 下落し、現在は11万3000ドルから11万4000ドル付近を推移しています。特に11万5000から11万6000ドルの抵抗線を突破できず、今後は11万1000ドル付近まで下落するリスクもあると見られています。一方で、イーサリアムは約 2.4% の下落で3600ドルを下回る水準になっています。注目すべきは ETF への資金の流れです。ビットコイン ETF からは1億9620万ドルの資金が流出した一方で、イーサリアム ETF には7330万ドルの資金が流入していて、一部の機関投資家がイーサを先行している動きも見られます。
アルトコイン全体も下落傾向にあり、XRP や同時コインだけではなく、BNB やソラナなども下落しました。特にリスクの高いセクターでは、NFT 銘柄やソーシャル FI、ミームコインが6から 8% も下落しています。ただし、すべてがマイナスというわけではありません。マントルは 8.5% 上昇、パンプファンは 5.9% 上昇と、一部の銘柄はマーケット全体とは逆行して上昇しています。市場全体としては不安定なムードが漂っていますが、イーサへの資金流入や一部銘柄の検討がある点はポジティブ材料として注目されています。はい。ということで、ここまで XRP、同時コイン、そして暗号資産全体の動きを見てきました。最後に今日のまとめと今後の注目ポイントを整理していきます。まず、XRP については、価格は一時 2.93 ドルまで下落しましたが、取引量の急増と規制面のポジティブなニュース、そして ETF 承認への期待があることで、依然として反発の可能性は十分にあると考えられます。次に同時コインですが、短期的には弱気な展開となっています。しかし、クジラの買い集めや先物市場でのロングポジションの多さを踏まえると、市場心理が改善すれば、再び 0.24 ドルを目指す可能性も見えてきます。そして、ビットコインとイーサリアムを含む暗号資産市場全体では、マクロ経済の不透明感から広範囲で下落していますが、イーサ ETF への資金流入は明るい材料と言えます。今後数日で注目したいのは、XRP が 3.03 ドルを明確に上抜けられるかどうか、そして同時コインが 0.198 ドルのサポートを維持できるかどうかです。この2つのラインが短期的な相場の分岐点になるかもしれません。もちろん暗号資産市場は常にボラティリティが高いため、ポジションを取る際には慎重な判断も必要です。ただ、こうした材料が揃ってきている今だからこそ、日々の情報アップデートが重要になると思いますので、引き続き情報を追い、YouTube でお届けをしていきたいと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資、これが主流になると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、ぜひオープンチャットの方にも来てみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。